野茂英雄が95年に開いた扉。その功績はあまりにも大きく、20人以上もの日本人選手がメジャーの地を踏みました。前回の動画で紹介した通り、毎年のように2桁勝利を続ける野茂を筆頭に、歴史的なペースでヒットを量産したイチローはメジャーリーグの顔となるまでの人気選手となり、松井秀喜もヤンキースで長年主軸を務め、チームをワールドシリーズ制覇に導くなど、メジャーでもトップクラスの選手も多くおり、野茂渡米後のたった10年で環境は激変していました。これらの日本人メジャーリーガーの活躍もあって、2000年代中盤には投手を中心に日本人選手の評価は高騰しており、メジャーを志す日本人選手は破格のマネーゲームで争奪戦が繰り広げられるような時代となっていました。その筆頭が2006年オフに大リーグへの挑戦を表明した松坂大輔。当時まだ26歳と若く、さらに WBC でも好投していた松坂は資金力のある球団で争奪戦となり、結果としてレッドソックスが最高額の5111万ドル、約60億円で落札し、日本人史上最高額の大型契約を結びます。1年目から先発3番手の位置づけでローテーション入りすると、204イニングを投げ15勝と200奪三振をマーク。後半戦で打ち込まれ、防御率は 4.40 となるものの、新人王投票でも4位につけるほどに十二分な活躍をしました。2年目に入るとさらにハイペースに勝ち星を積み重ね、キャリアハイとなる18勝3敗、防御率 2.90 と圧巻の成績を残し、これだけ見ると大エースのような数字となりました。しかしながら、実はこの数字だけでは見えない部分で厳しい評価をされており、吉球はリーグ最多、イニング数も前年を大きく下回り、5回途中ランナーを貯めて降板という試合が非常に多く、救援陣に火消しをしてもらって、チーム全体で松坂の勝ち星を積み上げていった内容となっていました。そのため試合の中身まで知っているボストンファンからは腹立たしい18勝と評されているようです。とはいえ、短いイニングであれば圧倒的な投球をしていたという事実は揺るぎなく、この年のサイ・ヤング賞投票、すなわち最優秀投手賞では4位の得票と、レッドソックスの先発の柱としてチームを支えました。しかし翌3年目以降は怪我との戦いが続き、登板機会が激減。結局3年目以降は1年間ローテーションを守れたシーズンはありませんでした。この怪我の原因としては、高校時代から尋常ではない球数を投げ続けていた蓄積疲労により、右肘を中心にあらゆる部位が悲鳴を上げており、それがメジャーというタフな環境で顕在化したものでした。この松坂の故障がきっかけにもなり、後に日本では甲子園大会の過密日程が見直されたり、エースピッチャーを連投させないというアマチュア野球の起用方針にまで影響を及ぼしています。結局メジャーでの通算成績は8年間で56勝43敗、防御率は 4.45 で、総合的な現地評価としては契約金には見合わなかったという厳しい声が多く、レッドソックスが発表した今世紀最悪の契約ランキングではワースト5位に選ばれています。渡米後2年間のみを切り抜けば33勝15敗と勝利をもたらす力はさすが松坂でしたが、それ以降は日本時代のような怪物ぶりは影を潜める結果となり、選手としての全盛期とメジャー挑戦のタイミングをマッチさせることの難しさを感じさせられました。そしてその松坂の火消しをしていた一人である岡島秀樹は2007年にレッドソックスに入団。投球時に目線を外す通称あっち向いてホイ投法で4年連続で50試合以上登板とフル回転し、メジャー通算防御率 3.09 は日本での通算を上回るというメジャー挑戦が大成功した中継ぎ投手でした。同じくドジャースの斉藤隆も中継ぎ陣の屋台骨としてブルペンを支えました。36歳でのメジャー挑戦だったため前評判は高くありませんでしたが、年齢を全く感じさせないタフさで50試合登板を4度記録。セットアッパー、クローザーを問わずチーム状況に応じて与えられた役割を全うし、メジャー在籍7年間での通算防御率は 2.34 と素晴らしい成績を残します。アメリカのスポーツ誌でもリーグ最高の救援投手に選出されるほどの活躍を見せました。そして同じ時期には今なおニューヨークの野球ファンに語り継がれる先発投手が登場します。その選手こそヤンキースに在籍した井川慶投手。もともとヤンキースは松坂大輔を獲得すべく大金を用意していたものの、ライバル球団であるレッドソックスに敗れた形で獲得を逃し、その軍資金を井川にポスト。5年2000万ドルの大型契約、入札金を含めると50億円以上を費やしての獲得だったため、球団上層部はもちろん熱狂的なニューヨークファンも大いなる期待を膨らませていました。
日本時代には沢村賞や MVP も受賞するなど、当時強豪だった阪神タイガースの大エースとして名を馳せていた井川でしたが、いざ春季トレーニングに参加してみると、チームメイトからとてもメジャーリーガーの球とは思えないと呆れられるほどに制球力、球の力ともに評価は低かったといいます。とはいえ、大金をはたいて獲得した大型新人ということもあり、開幕ローテーション入りしましたが、初登板で挨拶代わりに7失点、1ヶ月後には早々にマイナー落ちを命じられます。マイナーリーグでは投球フォームをサイド気味に変更する打診をされるも井川は拒否し、この頃から首脳陣との溝も深まっていきました。結局1年目は2勝3敗、防御率 6.25 と初年度に15勝を挙げた松坂とは対照的な結果に終わったものの、まだ1年目ということもあり、チームに馴染めさえすれば大化けする可能性があると報じる現地メディアもありました。その期待に応えるべく迎えた2年目、大学生との練習試合で満塁ホームランを被弾するという分かりやすい炎上で新年の挨拶を済ませると、開幕をきっちりとマイナーで迎えます。それでも5月にメジャー昇格を勝ち取り、今度こそ汚名返上する絶好の機会でしたが、ここでもしっかりと3回6失点の大炎上、限られた登板機会で確実に炎上するという投球スタイルで、ニューヨークファンの脳内に K 井川の名前を刻み込むことに成功しました。このシーズンは2試合の登板で防御率は 13.50。 ついにはヤンキースのキャッシュマン GM から獲得は完全に失敗だったと烙印をされ、メジャー契約を解除。井川の MLB 人生は完全に終了しました。50億円以上をかけボロボロの結果になってしまった井川は、マスコミ、ファンの両面から袋叩きに遭い、2009年に発表された過去10年間のニューヨークのプロスポーツ選手ワースト10で1位を獲得。退団後に実施されたヤンキース創設以来のワースト契約ランキングでも歴代1位に選ばれるなど、K井川は悪名高く認知され、ニューヨークナイトメアと形容されていました。現在もなおニューヨークのワーストランキングが実施されると名前が挙がっており、後世にまで及ぶショッキングなイメージを植え付けることになってしまいました。そんな中で当時の野手陣に目を向けると、イチローと松井がアラフォーとなり、野球人としての岐路に立っていました。まずイチローですが、前回の動画で紹介した通り、2001年の衝撃デビュー後、長年にわたり第一線の活躍を続け、2010年まで10年連続で3割200安打25盗塁、ゴールドグラブ賞にオールスター出場というメジャー史上初の記録を樹立。この期間内にはメジャーリーグ史上最多となるシーズン262安打や今世紀最高打率となる3割7分2厘も含まれており、もはや歴史的な偉人になりつつありました。年俸は当時の日本人選手最高となる1800万ドル、およそ20億円となり、紛れもなく歴代最高の日本人メジャーリーガーとして誰もが認める存在でした。しかし38歳となる2011年、打率が2割7分2厘に終わり、継続していた3割や200安打の記録がついに途絶えるとともに、ゴールドグラブ賞やオールスター出場も逃しました。翌2012年も復調の気配は見えず、ヤンキースへと電撃トレードに出され、11年以上在籍したマリナーズに別れを告げます。移籍後は主に8番や9番、もしくは守備固め要員と、1番ライトで慣れ親しんだイチローファンには寂しい起用法でしたが、シーズン終盤には好調モードに入り、上位打線での出場も増え、苦しみながらもチームの地区優勝に貢献しました。その優勝を決めた試合では、1番ジーター、2番イチロー、3番 A ロット、4番カノという4人で1万2000本の安打を誇るドリームオーダーとなっていました。衰えを見せながらもチームの役割を全うするイチローを尻目に、この2012年には日米でイチローと共に時代を築いた松井秀喜が引退を決意します。2009年オフのヤンキース退団後は長打力は健在だったものの確実性が低く、また怪我と年齢の影響で守備走塁面での衰えもあり、3球団を渡り合えた末にメジャー10年目での引退となりました。改めてメジャー通算成績はこのようになっており、日本時代と比較するとホームラン数は減ったものの、松井の特徴である打点の多さはもちろん、意外と語られることの少ない打率の高さやヒットの多さも魅力で、日本も合わせたキャリア通算2643安打は歴代7位に相当します。晩年こそ苦しんでの引退となりましたが、7年間在籍したヤンキースでの活躍は球団からも大きな功績として称えられ、引退発表後にヤンキースと1日限定で契約を結び、セレモニーが実施されました。その後も臨時コーチを務めるなどヤンキースとは深く関わっており、 OB としてヤンキースの球団 CM に出演した際は、何度も言ってるだろ、軸足に残して自分から打ちに行かないんだよ、わかるだろ。
このように素晴らしすぎる演技力を披露しています。また同時期には2000年代にメジャー移籍していた多くの打者が次々と帰国します。井口、城島、松井一夫、岩村、福留など30代半ばで日本球界復帰の道を選びました。イチローが日本人野手として初めてメジャーリーガーとなってから10年以上が経っていましたが、結局長年チームの主力を務めたバッターはイチロー、松井以外に出てこず、それどころか内野手に至ってはメジャーでは通用しないという論調が根付いてしまいます。ロッテの名ショートだった西岡剛は2011年にツインズと契約するも、打てない守れない怪我だらけという逆三拍子揃ってしまい、現地のメディアではシーズン最低プレイヤーに選出。そして西武のショート中島宏之も2013年にアスレチックスに入団しましたが、故障が多い上にマイナーリーグでも打てず、なんと一度もメジャー昇格することなく解雇。マネーボールで著名なビリー・ビーン GM からは、中島は日本からの経済効果も見込んでメジャーに上げたかったが、あまりにひどすぎて使い物にならなかった、獲得は大失敗だったとバッサリでした。一方で同じ内野手だった川崎宗則は一味違った存在感を発揮。子供の頃からイチローへ絶大な憧れを抱いていたため、移籍先は当時イチローのいたマリナーズのみを希望し渡米。見事マリナーズで開幕メジャーを勝ち取ると、主に控え選手としてチームをサポートします。神様と仰ぐイチローと同じチームで野球をできる喜びをかみしめ、バキバキに目を輝かせてプレーしていましたが、なんとわずか3ヶ月後にイチローがヤンキースへ移籍。人生をかけて追いかけてきた存在に追いつくや否や離されるという絶望の底を味わいます。それでも安定した守備力と持ち前の明るさでメジャー枠にしがみつき、面白外国人枠としての地位を築き、一躍人気者となりました。ブルージェイズに移籍してもその鬼人ぶりはファンやチームメイトの心をつかみ、控え選手にもかかわらず現地メディアで特集が組まれることも多く、またその高い守備力でセカンド、ショート、サードを難なくこなしました。そして2013年のヤンキース戦ではイチローが日米通算4000本安打を達成。その歴史的瞬間に川崎はセカンドを守っており、野球の神様からのささやかなギフトだったと言えます。人気者にはなった川崎でしたが、プレイヤーとして残した成績は決して高くはなく、やはり内野手としてはレギュラー定着が難しい状況が続きます。西岡や中島はレギュラーどころかメジャーに定着することもできなかったこともあり、この頃には2000年代に海を渡った内野手の先輩である井口や岩村、そして松井一夫らが再評価されだし、数年とはいえセカンドでレギュラーを張っただけでもすごかったのではないかという声が増え始めます。同時期に全盛期のイチロー、松井がいたことでメディアからもあまりフォーカスされていなかったものの、内野手として規定打席に出し2割8分2桁本塁打を打っていたという実績が時間差で大きな功績と称えられました。このように打者に関してはメジャーで成績を収められない選手が続く中で、投手に関してはトップレベルの活躍を見せる選手が次々に登場。野手とは対照的に契約金や年俸も高騰の一途をたどります。その一人である上原浩二は34歳での渡米となり、ストレートは平均140キロと速くありませんでしたが、最大の武器である制球力とフォークボールによって打者を幻惑させ、2年目の2010年以降は不動のセットアッパーとして活躍します。メジャー屈指のリリーバーとして評価はうなぎ登りで、2012年オフには複数球団で争奪戦となり、本拠地にウォシュレットがあるからという理由でレッドソックスに移籍します。レッドソックスには中継ぎとしてフル回転していた田澤純一もいたため、田澤、上原という日本人リレーで首脳陣の信頼を得ると、シーズン途中にクローザーに指名。26試合連続無失点などその投球は輝きを増し、最終的に73登板で防御率は驚異の 1.09。 ワールドシリーズで胴上げ投手になるなど、球団8度目の世界一に大きく貢献しました。日本時代はほとんど先発起用で、渡米直後も先発としての起用をされていた上原ですが、2年目35歳でのリリーフ転向をきっかけに覚醒した結果となり、恒例のメジャー挑戦でも投球技術次第ではリリーバーとしてもう一花咲かすことができるという成功モデルになっています。そして2010年代に活躍していた投手はリリーフ陣だけにとどまらず、多くのスターターたちがエース格として輝きを放ち、メジャーで最高の先発投手に贈られるサイ・ヤング賞にも複数名が候補に上がるなど、投手大国日本としての印象を確かなものにするのでした。広島カープからドジャースへ移った黒田博樹は
イニングを稼げて故障がなく大崩れしないという先発投手に求められる仕事を見事に全う。2010年から5年連続で2桁勝利、防御率も3点台前半と安定した投球を続けました。黙々と準備をし、平然と好投して帰ってくる様子は現地メディアから侍とも呼ばれ、男気のある選手としても知られています。2014年オフにはパドレスから年俸20億円のオファーがあったものの、メジャーよりも充実感のあるマウンドがあると話し、古巣広島カープに電撃復帰。推定年俸は4億円とメジャーの5分の1でしたが、後悔のない選択をしたかったという男気しかないコメントを残し、カープで日米通算200勝を達成するとともにチームを25年ぶりの優勝に導き、その年に引退しています。また2012年に渡米していたダルビッシュ有と岩隈久志もエース級の活躍を見せます。ダルビッシュはポスティングでレンジャーズに入団し、その際の入札額は日本人史上最高となる5170万ドルという破格の値がつきました。鳴り物入りでの移籍となりましたが、1年目に16勝、2年目には13勝に加え最多奪三振のタイトルを獲得。サイ・ヤング賞の投票では2位につけ、冒頭で紹介したニューヨークの悪夢さんとは違い、この大金に見合う活躍を見せました。その後は手術もあり、シーズンによって成績に波があるものの、奪三振率の高い先発投手として評価は高く、カブス時代の年俸2500万ドルはイチロー抜き、当時の日本人史上最高額になりました。そしてツイッターのフォロワーが270万人を超えるインフルエンサーとしての顔も持っており、一般人からのクソリプにも普通に反応することでも有名。特筆すべきはアンチへの対応で、四方八方から飛んでくる誹謗中傷や煽りにも徹底抗戦し、時には数日間にもわたり2位と相手にリプ合戦を繰り広げ、戦況が悪い場合は年収マウントで黙らせるなど、アンチの駆逐活動にも余念がないようです。これを受けてシカゴの地元紙では、ダルビッシュよ、ツイッターで反論してるなら野球に集中しろという記事が掲載されていましたが、本人は意に介さない様子。そしてマリナーズに入った岩隈久志は5年間にわたりローテーションを守り、2桁勝利を3度記録、ノーヒットノーランも達成しています。特にメジャー2年目の2013年にはキャリアハイの投球を続け、アメリカメディアからも現役最高の先発投手の一人、美しい投球と絶賛され、サイ・ヤング賞の投票では先ほどのダルビッシュに次ぐ3位につけるほどにトップレベルの成績を収めました。このように黒田、ダルビッシュ、岩隈3人の活躍で日本人先発投手の評価が高まる中で、2014年には日本球界の大エースマー君こと田中将大もヤンキースへと移籍します。日本最終年には24勝0敗1セーブでチームは日本一という完全にやることがないレベルでの傑出度を誇っていたピッチャーだけあって、ヤンキースが7年総額1億5500万ドルという超大型契約で獲得。メジャーの壁も優に超えていく活躍を1年目から見せ、メジャーデビュー後16試合連続クオリティスタートというメジャー記録を樹立。最終的に13勝を挙げ、防御率は 2.77 と安定感抜群の活躍で1年目から先発の柱となりました。その後も先発ローテの競争が激しいヤンキースで6年連続2桁勝利とサバシアと並んでエース格としての地位を確立し、辛口で知られるニューヨークメディアで2010年代最高の投手はサバシアと田中とヤンキースの2大看板として紹介されており、田中の獲得を成功させたキャッシュマン GM の大きな功績として取り上げられています。ただ現地ファンからすると、ヤンキース、日本人投手、大型契約と聞くとやはりあのトラウマがよぎってしまうようで、田中が打ち込まれるとツイッターでは必ずと言っていいほど K 井川がトレンド入りし、むしろその辺の日本人よりも有名人になっているようです。またこの田中将大と同い年である前田健太も2016年にメジャーに移籍。田中のような超大型契約ではなかったものの、基本給が控えめな代わりにインセンティブのウェイトが大きいというコンサル営業のような給与設定でした。初登板で初勝利に加え初ホームランも放つという鮮烈なデビューを果たし、1年目から16勝を記録。2年目以降も好投を続け、契約内容のインセンティブ、つまり出来高の項目を次々と満たしていたため年俸は跳ね上がっていたのですが、なんとドジャースの首脳陣はこの出来高を達成させないように前田をリリーフ登板させ、年俸を強引に抑えつけるという起用方法を敢行。このように球団経営的な観点で選手泣かせの起用をすることはメジャーでは稀にあるようですが、当然ファンからは否定的な声が多く、また前田自身は出来高や年俸以前に先発投手という立ち位置に強いこだわりを持っていたこともあって、ドジャースを退団。
ツインズが手を差し伸べる形で獲得し、移籍後は無事に先発起用に戻ると水を得た魚のごとく活躍を続け、2020年にはサイ・ヤング賞投票で2位になるほどの成績を収めました。 MLB 公式メディアは、この素晴らしい先発投手をリリーフ起用していたドジャースは信じがたいと古巣の采配を酷評していました。多くの日本人投手が成功を収める裏では、川上憲伸、和田毅、五十嵐亮太、藤川球児ら30代で海を渡った投手たちが苦戦を強いられており、わずか数年で帰国しています。しかしメジャー失敗あるあるとして、日本球界復帰時は複数球団で争奪戦となり、渡米前の年俸よりも跳ね上がるケースもありました。そのためこの頃からメジャー 1,2 年目で壁にぶつかった場合、マイナー契約などでアメリカにしがみつくのではなく、スパッと帰国するという選手が増えてきていました。そしてこの2010年代にはバッターとしては唯一と言っていい長年レギュラーを務めた選手がいました。その選手こそヤクルトから移籍した青木宣親。日本時代にはイチローの再来と呼ばれ、3度の首位打者に輝いたヒットメーカーでしたが、ブルワーズへの契約が決まりかけていた中で、なんと異例の追試という形で入団テストを強いられます。球団関係者によると、西岡で失敗したツインズのようになりたくないという思惑だったようですが、さすがの青木は問題なくこの追試をパスすると、入団初年度からレギュラーをつかみ、2割8分8厘、10本塁打、30盗塁と上位打線の役割をしっかりと果たしました。3年目にロイヤルズに移ると、その後4年間で6球団を渡り歩き、5年連続打率2割8分台、出塁率も3割5分前後と機械のようにまとまった成績を続け、環境を問わず安定して出塁が期待できる外野手として重宝されました。そしてそのメジャーで3割を10度記録したイチロー選手も45歳になり、ついに長い現役生活にピリオドを打ちます。ヤンキースに移籍後はマーリンズを挟み、古巣であるマリナーズに復帰していましたが、復帰後はほとんど全盛期のような輝きは見れず、細々と若手選手へのアドバイザー役を務めていました。そんな中で迎えた2019年、マリナーズの開幕カードは日本の東京ドームで実施され、言うまでもなく全観客がイチロー目当てという特別な環境での開幕となりました。この年のイチローはオープン戦から絶不調で、全盛期には考えられなかったような迷いのあるスイング、弱い当たりが続き、国民の心配事となっていました。そして開幕第2戦の試合途中、突如イチローが今日限りで現役を引退するという速報が各テレビ局で一斉に報じられると、ソーシャルメディアでも騒然となり、球場内はどよめきが起こりました。そのまま迎えたこの試合の第4打席、つまりはイチローの現役最終打席、ショートゴロに打ち取られ、結局この開幕カードでは無安打に終わり、最終年は打率0割での引退となりました。イチローが退く際には、観客やチームメイトはもちろん、相手チームの選手、そして首脳陣からもスタンディングオベーションが沸き起こり、その万来の拍手は数分間止むことがなく、大歓声の中ではイチローへの感謝の声や、オリックス時代の定番であったイチローコールをする声、そして同時に多くの泣き声も入り混じり、東京ドームの5万人がそれぞれの感情を爆発させながらイチローの背中を見送りました。イチローは一野球選手として素晴らしい成績を残しましたが、それ以上にイチローとはスーパースターでした。通用するわけがないと笑われた中で、その逆境を乗り越え、多くの野球人に夢を与え、そして多くの野球ファンの心を動かした存在であり、この引退の瞬間はそんなイチローという4文字が持つ影響力をまざまざと見せつけられた瞬間でした。試合後に開かれた引退会見では、あんなものを見せられたら後悔などあろうはずがありませんと話し、うっすらと目を光らせる姿もありました。メジャーリーグでの通算成績はこのように圧巻であり、アジア人初となる3000安打を含め走攻守全てでアメリカの地を席巻。日本人野手としてここまでの成功を収めたという功績は歴史的に見ても大きく、投手とは違い毎日試合に出続けたイチローは MLB の経済的観点でも日本での放映権やグッズ売り上げなどでマーケットが一気に開拓されたことになり、後の日本人選手は投手野手関係なく契約が勝ち取りやすくなったり、また入札価格や年俸の高騰にもつながりました。アメリカメディアが2020年に特集した21世紀を象徴する選手では、歴史的意義、インパクト、美しさの3部門で最高評価として選出され、さらに別のメディアでも MLB 史上最高の FA 選手として紹介されるなど、どの方面からも評価は非常に高く、メジャーリーガー最大の栄誉である野球殿堂にも2025年にノミネートされることが決まっており、同年での殿堂入りも確実視されています。
このようにイチローは日本人野手として初めてのメジャーリーガーでありながら、初の MVP 獲得に始まり、100年近く前のメジャー記録を次々と塗り替えるような歴史的なプレイヤーとなり、日本人バッターがメジャーで通用するか懐疑的だったそれまでの日米間の常識を完全に覆しました。メジャーでここまでのインパクトを与えるような日本人選手はしばらく現れないと考える方が自然でしたが、イチロー引退の1年前に海を渡っていたあの男が衝撃的な活躍を続け、日米間の常識どころか野球の常識を変えてしまうのでした。